なたは一人でいたい、一人が好き。集団は疲れる。でも、寂しい。こんなややこしい感情に陥ったことはありませんか？でもそれは自分しかいない世界を作り出し、孤軍奮闘のお芝居をしているだけなのです。私たちはみんな見えないところで深く深くつながっていて、集合意識、地球生命圏からの情報や愛を受け取っているのです。今日はそのつながりについてのお話です。ちょっと超古代に戻ります。超古代、海にはまだ魚も植物もいませんでした。ただピコピコと動く小さな多細胞生物だけ。彼らはまずエネルギーを得るために消化器官を作り、次に獲物を認識するために目と脳を発達させていきました。パッと見て獲物を認知してすぐ食べるために目の近くに神経がぎゅっとまとまった脳が作られ発達してきました。左脳はそこから何億年もかけて最後の最後に作られた外側の世界への反応器官です。つまり仲間と共に安全でいられる社会ができて、その社会でコミュニケーションをするための機能が満載なのです。とっても新参者。左脳はまるで外側の世界に葉を伸ばした枝のようです。この枝はある意味で三次元空間に伸ばした仮想の神経系です。外側の世界を受け取り、思考し、反応して社会の中で生きていきます。ある意味では仮面。うまく反応して競争に勝ち、平穏を得るために頑張っています。その根は右脳に伸びています。意識の根です。外側の世界で得た情報や自分の在り方を右脳へと送り、右脳からの反応をフィードバックしてもらいます。このイラストを見てください。意識という区切りで見ると、左脳から出た枝が変化して、人の形の板状のものが体を覆っています。世界と右脳の間に誕生したはずの感覚器官、私意識。もともとは脳内にあったと思いますが、外側の世界からの強い圧力で強化され、枝のように伸びて、体の外に引き出されたような格好になっています。さらにそれが引き伸ばされていき、体の前面を覆う板のようになっています。この板状の意識が私たちが私と感じる部分です。いわゆる自意識です。板状の自意識は体の外の三次元空間に引き出されていますから、その中にすでに社会が含まれています。社会の中の私なのです。その板状の意識はこう信じています。私がこの個体だ。私が生きている。私の中には私しかいない。この感覚が強くなりすぎて、右脳からのフィードバックを拒絶しています。左脳と右脳をつなぐ意識の根は、今にも途切れそうです。左脳が過剰になることによって、首のところで体の神経と切れて、創造主からの安心感や幸せ感、深い愛みたいなところにつながれなくなっているんです。それは体の中にあるんですが、意識としては失った感じでいるんです。寂しさ、孤独感は左脳過剰のサインとも言えるかもしれません。
このイラストを見てください。この状態になれば人生は本当に楽になります。右脳は左脳よりも古い存在です。古代的と言ってもいいかもしれません。食うか食われるかの世界で周囲に意識を張り巡らせ、戦うか逃げるかの勝ち組です。結局のところ何千年も生き延びてきたものの子孫ですからね。社会ができて安全になったため、戦うか逃げるかの判断は不必要となり、奥に引っ込んだ感があります。代わりに左脳からの情報を得て、より奥の負脳と私が命名した最古の脳、消化器官周りの神経系へと情報を送ります。そしてフィードバックを受け取ります。これはお腹に意識に向けることでなされます。お腹ってすごいんです。脳よりも先にできたんですからね。お腹の脳、つまり負脳からのフィードバックは個体のものではありません。集合意識、地球生命圏からのフィードバックです。こういう例え方をしてもいいかもしれません。シャーマンが感じる大地の怒りや天の意志、私たちが地球の写真を見るときに感じる畏怖、愛、憧れのようなもの。ですから、お腹の脳の負脳のフィードバックは視野が大きいのです。無理やり言語化するとこんな感じです。人の子よ、もっと体を大切にしなさい。歩きなさい。食べ物を愛しなさい。喜びを表現し、笑い、踊り、世界に愛を返しなさい。こんな糸がぼわーっとまとまった感覚としてお腹にやってきます。お腹の脳である負脳は脊髄をわずかに上がり、背中の中央あたりからその背後の空間へと意識の根を広げています。この概念は近年注目されているタフティの背中理論と共通するものかもしれません。いわばお腹の脳の負脳は意識のインターネットです。背中の奥の空間へ意識を伸ばすと、その向こうはすべてとつながっているワンネス意識になります。つまり、本来私たち人間の個体も創造主である地球生命圏からの調整フィードバックを受け取っているはずです。地球生命圏は常に複雑の方、豊かな方へ進化し続けています。うごめく巨大な一つの意識です。そこに私たちのお腹もつながっています。今でもです。あなたもです。つながっています。生きよう。豊かになれ。世界を味わえ。そんな大きなフィードバックが流れ込んでいるんです。でも気づけない。社会が左脳を超絶強化してしまったので、左脳から右脳への根っこが途切れそうなので、今この瞬間の身体が感じていることより、思考が作り出す恐れや予想や後悔に意識が夢中になってしまっているので、周りにたくさん友人や家族がいても、お金があっても、承認を受けられても、埋まらない寂しさは、意識が外側に向いていて、自動思考でいっぱいになっているサインかもしれません。今こそ、意識を体に、お腹に、そして背中へ、根を伸ばしていきましょう。体と意識がしっかりと結びつき、今ここにいるとき、
私たちは地球生命圏全体の目となって共に存在します。私というドラマは薄く透明になり、その分一瞬ごとの体験と感動が深くなります。身体感覚が生き生きと今ここを彩り、細胞たちが生きている幸せを歌い、世界の創造主と共にいる感覚は途方もない安心感と幸せ感を与えてくれます。何もなくても幸せで、たとえ一人でいても寂しいとか孤独と感じることはなく、身体を味わって幸せを楽しんでいる状態になります。創造主の一部となり、新たな世界を創造していきます。この感覚を抱くことができたとき、人は生きることに真の価値を見出し、この世に生まれてきたことを心から喜べるでしょう。